皆さんこんにちは、メタボです。今回は年の瀬の西成の街の中を歩きます。スタート地点は四ツ橋線の花園町駅、そこから鶴見橋商店街を西へ向かって南海潮見橋線の津森駅へ、そして潮見橋線の電車に乗ること一駅、西天下茶屋まで向かいます。西天下茶屋の銀座商店街に出て、そこから東へ歩きます。南海電車の天下茶屋駅を越えて阪海電車の北天下茶屋駅へ、そこから阪海電車に乗ること3駅、今池まで向かいます。今池の駅から萩の茶屋本通り商店街を通って出発地点の鶴見橋商店街の東側の入り口までぐるっと一周歩いてみます。皆さんこんにちは、メタボです。四ツ橋線の花園町駅一番出口を上がったところ、いきなりインパクトのある自転車ありますが、これを皆さんに何と説明したらいいのか、西成の日常というとまた語弊がありそうなんですが、運が良ければこんな自転車も見ることができます。 YouTube で西成って登場すると、大体日雇い労働者の町である釜ヶ崎周辺が出てくるんですよね。それ紹介するのは別に構わへんと思うんですけど、釜ヶ崎以外の西成ももうちょっと紹介されてもいいんじゃないかな。例えば岸の里駅周辺とか天下茶屋駅周辺とかは美味しい食べ物屋さんも結構ありますし、今からご紹介する国道26号線の西側の鶴見橋商店街界隈も美味しいお店たくさんあるのでね、ぜひ西成に来たいという方は、釜ヶ崎だけじゃなくてその周辺も歩いてもったらええんじゃないかなと思います。なかなかレトロでね、いい街なので、ぜひ、今日ご紹介するルートを歩いてみてください。で、今国道26号線を渡って鶴見橋商店街に入ります。で、これを西の方へ歩いていって、この鶴見橋商店街の端っこで今回の動画を終わりたいと思うんですが、ここの商店街は西成で一番活気がある商店街で、だいたい地元に住んでる人買いに来たことあるんじゃないかなと思います。この商店街のもう少し歩いたところに越前屋というスーパーがあって、コスパがね、品質と味と値段がいいということで人気があるスーパーなんですが、そのスーパーめがけて来る人が割と多いと思います。その他にも個人商店の専門店ね、右側にある靴屋さんとか帽子屋さんもありますし、その他にも魚屋さん、肉屋さん、キムチ屋さん、そして最近増えてるのがベトナムとか中国のお店、むちゃ増えてます。このまま歩くと浪速筋に出るんですが、その手前にスーパー玉出があります。その辺ぐらいまでは割とシャッター閉まってるお店は少ないんですが、そこから向こう浪速筋を渡ると若干シャッター下ろして閉まってるお店が増えてきます。鶴見橋商店街の西側は、人口が少ないというのもあるんですが、北がちょっといたところに浪速区と西成区の境あたりラムーができたりとか、さらに北に進むとマックスバリューがあったりとかして、車で買い物する方にとってはそっちの大型店舗の方が買い物は便利なんでしょうね。で、自転車で生活圏買い物したりとかする人がまだ多いので、そういった人たちが鶴見橋商店街に欲しいものを買いに来るっていう感じです。そして西成区のこの辺り、鶴見橋商店街がある辺りはもう一つ特徴がありまして、第二次世界大戦の時にこの鶴見橋商店街辺りは空襲から免れて、結構その古い長屋がたくさん残ってるんですよね。で、北の浪速区なんかはもうほとんど焼けてしまって 90% 以上が焼けてね、あちらが今都会になってるっていうのは、一つはそのほとんどの建物が焼けてしまったので、再開発しやすかったというのもありますね。で、浪速区からもたくさんの人がこの鶴見橋周辺に避難してきて、そのまま住まれた方もいるので、こちらはあまり開発されんまま現在に至るっていう感じなのかな。で、しばらくはもうその古い長屋が
残ってて、取り壊して新しい家建てても、西成っていう名前でね、日本人あんまり好き好んでこの辺に住まはらへんかったんですが、外国の人からしたら実は西成とかこの、西成ちょっと北の浪速区の芦原橋、この辺も一大童話地区というか、なんですが、その辺もう本当に土地が空いてても誰も買わないっていう場所やったんですが、そこに外国人たちはそんな関係ないからこの都会から近い場所住みたいということで、一気にその不動産屋が買ったら売れるっていうことで、一気にこの辺の地価が上がって、でコロナ前の2019年なんかは、一大の先生と一緒に研究してたんですけども、びっくりするぐらいその土地が上がって外国人の方の居住者が増える状態になってました。でコロナで一旦その動きも止まったようには見えたんですが、やっぱりこの辺に外国人の人がある程度いるということで、今そのベトナムとか中国の食料品店とか雑貨屋さんが増えていってます。というのは、多分その観光客、コロナの後は観光客よりはもうその日本に住んでる中国人ベトナム人が、今里とか遠くの方、八尾の方から中心部に移ってきて、で住みやすいから、行くの西成浪速あたりに集まってきてるんじゃないかなと思います。だからこの辺目を凝らして街歩きすると、ベトナム料理屋さん、雑貨屋さん、中国の料理屋さん、雑貨屋さんなんかがむちゃくちゃ増えてるのを肌で感じることができると思います。そしてこの鶴見橋商店街の北側、浪速区に入ったあたりが、昔からその童話地域として区画整備されてたんですけど、長い間そこの土地が全く何に使うかっていうのが決まってないような土地があったんですけど、最近は不動産屋が買っては戸建て建てたら外国人の人に売れるということで、差別の一つに、その自分たちが住んでる土地の値段が上がらないっていうことがあると思うんですが、その問題はインバウンドの人が安いからといって土地を買ってくれることで解消しつつあります。この辺なんかも過去に一大の先生なんかと、ブラック解放同盟の書記長とか支部長なんかと話をして聞き取りした情報をもとに喋ってます。商店街の話に戻して、この右にセブンイレブン、これ2年ぐらい前にできました。もともと個人宅の産婦人科みたいな建物やったんですが、それ潰してセブンイレブンができて、でも不思議なのはセブンイレブン、コンビニ24時間なんです。すぐ目の前にスーパー多摩で24時間のスーパーがあるんで、なんか競合するんちゃうかな。特にね、深夜なんて、コンビニしかなかったら儲かるんでしょうけど、多摩での目の前に作ってね、どうなんやろうと思うんですけどね。そしてこの左が鶴食さん、昔ながらの大衆食堂と、この右がだるまさんは新世界のだるまと違ってね、鶴見橋の飲み屋さんです。でこの左多摩での先に学生服の竹村さんなんかがあって、その先肉屋さんなんかがあります。で今見えてる信号が浪速筋を横断するところで、ここにね、鶴見橋商店街は円形の骨組みがあるんですけど、ここは昔屋根をつけるつもりやったんでしょうかね。屋根があったんでしょうかね。なんかこの辺ちょっと詳しい方教えていただきたいなと思うんですけれども、このように円形に柱があります。この信号を北に行けば、以前ご紹介した萩の茶屋鶴市焼肉屋さんの浪速筋店があります。動画開始から9分経っていますが、ここまで見ていただいてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。できるだけね、この風景だけ見るんじゃなくて、なんか知ってることをお伝えしたいなと思って、マシンガンのように喋ってるんですけど、得るものはありましたでしょうか。で左、これ海鮮丼屋さん、ここ最近できたお店じゃないかな。でこの左のうなぎ屋と書いてる船貞さんは昔からある魚屋さんです。でこの先に佐藤金物店さん、これお店はレトロな感じがいいっすよね。いつまでも元気で営業してほしいなと
思います。で薬屋さん佐藤の像がね置いてあったりとか、してるんですけれども、ちょっとやっぱりなにわ筋渡ったところ、ここ6番街なんですけど、6番街7番街8番街になるとシャッターがちょっと増えたかなと。で右側に、イタリアンの吉田さんって今日は閉まってるんですけどね、美味しい安いイタリアンのお店なんかもあります。そして、上の上りが青色になってくると7番街に入りまして、7番街ちょっと変わってるというか、いつもジャズが流れてて、今まで、正月前なので割とその年の瀬音楽が流れてたんですけど、7番街は年末年始もジャズが流れてました。こだわりでしょうね、この商店街のね。で左側に自転車屋さんがあって、その先に元中酒店、主穂っていうんかな、立ち飲み屋さんがあって、なにわ正宗の大きな、ね、垂れ幕がありますが、あそこも立ち飲み時々、顔出すんですが、でこの右に大きなお菓子屋さんがありまして、その横台湾料理屋さん、パン屋さんがあって、台湾料理屋さんかなありまして、でその先、辰巳屋さんという左側にお肉屋さん、割と遠くから買いに来る有名なお肉屋さんがあるんですが、今回は年の瀬なんで紅白幕出てるのかな、辰巳屋さんがあって、そこから先が8番街とは書いてないですけれども、7番街が終わって8番街になります。今も左、テナント募集って書いてあったように、やっぱ若干シャッター街になりつつありますね。こっち側西側はね、どうしてもさっきと人の行き来がやっぱ全然違いますよね。でこれが辰巳屋さんね、年の瀬のお肉販売中で、この横電気屋さんがあって、右側に昔将棋打てるところがあったんですけど、でその横が力持ち、ここの力持ちも元気に営業中で、その、左側がピーターパンという喫茶店で、右側に、丸一屋飲み屋さんがあります。この丸一屋も安くて美味しいんで、ここまでなかなか電車降りて飲みに来る人いない、地元の人でにぎわってる、地元の人がよく利用する居酒屋さん、飲み屋さんあります。で竹富焼き鳥屋さんがあって、その横たこ焼き屋さん元気に営業中で、その横に昔熱帯魚屋さんがありましたっていうか、まだ今看板あるんですけどね、やってはんのかな。でこの右の鶴屋さんあるんですけど、この鶴屋さんの横入ったところが完全予約制の焼肉まさちゃんがある、この西田食品、この間入ったところですね。な感じで鶴見橋商店街、東の端から西の端まで来ました。いかがだったでしょうか。大阪市西成区の鶴見橋商店街、次回は阪神高速渡った、目の前に見えてるつもり商店街からスタートしたいと思います。皆さんぜひ西成来たら、釜ヶ崎山木とかでねホルモン食うのもいいんですけど、鶴見橋商店街まで遊びに来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた See you!